日本史北条泰時の妻初の生涯。初は相模国最大の豪族三浦義村の娘だが、北条義時の子泰時と結婚する。その後に三浦氏と北条氏が対立すると、初は躊躇することなく息子たちに三浦氏を捨てて北条氏に加担するように説得した。初のその後を詳しく見ていこう。1187年、初は三浦義村の娘として生まれたが、源頼朝が生前に北条義時の子息泰時が元服したのを機に、初と泰時の2人の婚姻を約束させた。三浦氏は相模の国最大の豪族で、鎌倉にも近く、その軍事力を抜きにしては鎌倉幕府の安定はないという存在であった。そこで頼朝は将軍家を支える北条氏と三浦氏が共に末永く仲良くすることを願って縁談を取りまとめたのである。初は約束通り1202年建仁2年8月に泰時と結婚する。泰時は20歳、初は16歳であった。結婚した翌年に初は男の子を産む。これが後の北条時氏である。初と泰時の間には女の子も生まれるが、この女性が足利義氏に嫁いで泰氏を産んでいる。仲良く暮らした初と泰時だが、二人は結婚して10年経った頃に急に離婚する。原因は全く不明なのだが、その後も泰時と初の二人は連絡を取り合っていることから、喧嘩別れなどではなかったようである。初は姻戚関係にある佐原守綱と再婚する。佐原氏は和田氏と同じく三浦氏の一族で、守綱は朝廷から東東の神を任じられていたが、悪東東の神と呼ばれた優秀だが個性の強い人物であった。守綱は1219年の承久の乱では三浦義村と共に京都に攻め上り、守護位下に叙せられ、東東の神に任じられている。三浦義村でさえまだ位をもらえていなかった時期なので、佐原守綱がいかに鎌倉幕府で重要な人物であったかが伺えるのである。またある公家の1226年嘉禄2年1月の日記には、上洛した守綱が北条時氏のママ父と記されている。当時は北条義時が亡くなり、時氏の父泰時が執権となっていた。泰時は親族や御家人たちに友好的な政治を行っていた。先妻初の現在の夫守綱を我が子時氏のママ父と呼ばせていた泰時の寛大さには驚かされる。泰時は守綱を朝廷との折衝でかなり重く用いたようだ。しかし守綱は酒癖が悪く、飲酒によってたびたび事件を起こしている。ある時、酔った勢いで傷害事件を起こして、朝廷から京都への出入り禁止の処置を受けてしまった。ところが守綱は無理やり京都へ入ろうとしたために、役人に殺害されてしまった。
そのため初は出家して以後は矢部の尼と呼ばれ、残された子供たちを養育している。矢部の尼は守貫との間に3人の男の子を設けたが、守貫には合わせて6人の男の子がいた。守貫が朝廷の奸気を被ったことで領地は没収され、矢部の尼は子供たちを育てるのに苦労していた。すると矢部の尼の窮状を知った執権泰時は、守貫が所有していた丘陵の泉の国吉井郷を戻して矢部の尼の所有とした。さらに泰時は丘陵を戻すという命令書を2人の間にできた子時氏がすでに他界していたため、時氏の息子でまだ元服したばかりの北条時頼にわざわざ矢部の尼のもとに持って行かせたという。矢部の尼はまだあどけなさが残る11歳の孫時頼に会った喜びと、元夫の泰時の温かい思いやりに涙したに違いない。やがて北条泰時が没すると、北条氏と同じく吉村を亡くした三浦氏の仲が険悪となる。そして20歳で執権となった北条時頼と三浦氏の間に北条合戦が始まる。矢部の尼は実家が三浦氏であったにもかかわらず、佐原盛時ら6人の息子たち全員に迷わず北条時頼に味方するように説得している。1247年宝治元年6月、佐原盛時はじめ矢部の尼の6人の息子たちの活躍もあり、北条氏が三浦氏を倒し、三浦本家は滅亡した。北条時頼は佐原盛時に三浦氏を継がせ、三浦之助を名乗らせている。盛時が引き継いだ三浦氏はその後戦国時代まで続いている。矢部の尼は1256年光元元年70歳で逝去する。北条時頼は祖母矢部の尼の死を悼んで50日間の喪に服している。殺伐とした鎌倉時代にあって矢部の尼と北条氏の関係はちょっと心和ませるいい話であった。